はい、どうもフランスガイド中村です。今私の後ろに見えているのはサンマクル教会でございます。そう、今ね、私たちがいるのはパリから電車で約1時間半、ノルマンディーの首都ルーアンでございます。今回はね、このルーアンの魅力たっぷりと皆さんと一緒に見ていきたいと思いますよ。ただルーアンというとどうしてもね、大聖堂とか大時計が有名なんですけども、今回はね、その旧市街地の東に位置するマフタンビールという知られざるルーアンを見ていきたいと思います。それでは早速行きましょう。はい、ということでね、今ね、私たちの目の前にはこの銭湯が見えていますよね。これがね、ルーアンの大聖堂の銭湯でございます。フランスの中で一番大きいと言われている銭湯、151メーターの銭湯です。その下、このね、細い道がありますけども、これがサンロマンの道といって、この道をずっとまっすぐ行くと大聖堂広場に行くといったね、そんな感じでございます。そしてこれをぐるっと振り返ってみると、先ほど見ていたサンマクル教会が見えるわけですね。いやー、素晴らしいね。ちょっとね、すごいいい天気なんだよな。だからちょっとね、逆光で見えないかもしれないんだけども、はい、そんな教会があります。教会の広場はね、こんな感じのね、いい感じのカフェになってるんだわ。テラスがこういう風に出ていてね、今ね、フランスではテラスのでしか営業しちゃいけないようになっているんですね。店内では飲食することができません。そしてね、ここですっごい香ばしいいい匂いがしてるんだけども、ここね、おすすめのお店、ロトマギュスっていうお店なんだけども、ここ熟成肉を食べることができるお店ですよ。これはね、お昼のメニューだから、また熟成肉はまた別のねメニューに入ってると思うんだけども、だいたいこういうステーキがね、20ユーロ前後だから、3000円以下で食べられるって感じで、熟成肉がここめちゃくちゃ美味しいっていうね、噂のところロトマギス、もうね、今営業がちょうど始まったところなんだけども、もうすごい香ばしい匂いがここの一帯に漂っていますよ。はい、そしてね、今この見えてきたのが、サンマクル教会ですね。マクルというね、聖人を祀っているところなんですけども、これブルターニュではサンマロと言われている人です。ノルマンディーの近くにサンマロというね町があります。行った方もいらっしゃるんじゃないかな。僕のね大好きなところ、いつか紹介したいと思ってますけど、そのねブルターニュではサンマロって言われている人は、このノルマンディーではサンマクルと呼ばれているようなんですよね。はい、そしてね、これゴシック後期フランボワイヨンと言われる時代に作られた、教会です。ちょうどね、英仏100年戦争の時代に作られた教会なんだけども、このね5つのアーチ、今正面に、アーチというかね、ポーチというかそれは見えますけども、この5つのアーチがこれがね有名なところなんだよね。でそのアーチの上にはこの三角形の装飾が載ってるでしょ。太陽がちょっと逆光で見えないかもしれないんだけども、アーチの上には三角形の飾りのねガーブルと言われるね部分がありますけども、ここのね装飾をご覧ください。ちょっとねズームしてみようか。ぐーっとズームしてみると、この三角形の真ん中にはね、三位一体の彫刻があって、その一番上にはサンマクルがねいるんだけども、その三角形の装飾が何か炎がメラメラっとね、なんかその燃え立つような彫刻、モチーフになっているのが分かりますが、これがね炎のようなのでゴシック、炎のようなゴシックという意味でゴシックフランボワイヨンと言われているんですね。はい、ゴシックの後期に作られる、使われていた様式でございます。そしてこの広場はね、こういう風に素晴らしいでしょう。この木組みの家、これからねたくさん木組みの家、ご覧いただくと思うんだけども、こんな感じのね素晴らしい広場になっているんですよ。このような木組みの家というのはですね、この辺界隈はルーアンの主要な産業であった織物、毛織物だとか綿織物だとかね、そういうものがルーアンの主要な産業だったんだけども、その商人だとか職人たちが住んでいたのが実はこの界隈なんですね。はい、このね界隈、マフタンビールというふうに言うんだけども、まさにその界隈の名前がついた道というところから皆さんを紹介していきましょう。はい、ここのね角にまたカフェがありますけども、ここに道の名前があるよね。マフタンビルということで、マフタンビルのこのね界隈、まさにマフタンビル通りから始めていきましょうか。このね教会のすぐ隣にはこのような噴水があるんですね。
その噴水の上にはちょっとねこれ壊されてしまっているんだけども、もともと4体あるが設置できるようなこれね、2種というんだけども壁岩があったんだよね。そのうちの現在では2体が残っていて顔がなくなってしまっています。そしてその下がちょうど噴水になっているんだけども、この噴水もね結構ね壊れてしまっているんだけどさ、ここの下のところに顔があって、その口からね水がちょろちょろっと出るようになってて、そしてこの下がね噴水になっているんだけども、ここ見てください。ここ少年がいるでしょ。そしてこのね少年のちょうどその股間のところからねまた水が出るようになっていて、そしてこの隣もそうなんだよね。はい、ここにはね、はい、こういうふうに水が出るようになってるでしょ。そう、これはねしょんべん小僧の噴水になっているんですね。はい、そんな感じのね可愛い噴水がある教会、サンマクルー教会でございます。お、鐘が鳴る。ルーアンはね本当に15分ごとに鐘が鳴るんだけども、今ちょうど12時になりました。はい、お昼の時間が始まりましたよ。だからねいろんなところでこれから鐘が鳴っていくと思いますよ。ルーアンはねビクトール・ユーゴが曰く、100の鐘が鳴り響く街というふうにね言われているんです。いやー素晴らしいと思わない？この辺の木組みの家、めちゃくちゃいい感じだよ。こういうのがねずらっとこれから続いていきますよ。ものすごく見応えがあるでしょ。このね木組みの家っていうのは、お金持ちの人というか一般庶民の住むような家だったわけですね。そしてここはね、ルーアンといえば大きな川セーヌ川が流れています。そう、パリに流れているのもセーヌ川だよね。そのパリに流れているセーヌ川をずっと下流に下っていくと、英仏海峡に流れ着くわけなんだけども、その英仏海峡とパリの中間に当たるのが、ルーアンというところですよ。はい、で、そのねルーアンが、パリのねセーヌ川ずっと下流に行くとルーアンに行くわけなんだけども、そのセーヌ川が流れているルーアンの支流がねロベック川といって、そのロベック川とセーヌ川のちょうど中間地帯にあるのが今まさに私たちがいるマフタンビルという界隈なんですね。ですからここはもともと沼地だった場所でもあって、結構ね高級な界隈というよりも庶民が住んでいた界隈ですから、中世の時代はね結構不衛生な場所だったとも言われているんですよ。見てよこれ、素晴らしいと思わないね。で、このね不衛生だった場所なんだけども、そうすると14世紀1348年だとかヨーロッパ中でねペストが流行った時があります。そのペストの時にはやっぱりここはね不衛生っていう意味もあって、ヨーロッパ中でね約3分の1の人口がペストで亡くなったと言われているんだけども、ここはルーアンのこの地域っていうのはかなりね打撃を受けたということで死者がたくさん出ました。で教会のねところにもお墓があったんだけど、そのお墓がいっぱいで、もうお墓のね場所がないということでね、教会が新たに、そのお墓のところだけね土地を買い直して共同墓地を作りました。それがねこちらなんですよ。はい、今ではねこういう見学ができるようになっているんですが、それがねここです。サンマクルというところですね。はい、ということでまずはねこのサンマクルの共同墓地からご案内いたしましょう。はい、こんなね感じになってるんですよ。今ではねカフェとかがここに入っていたりして、ちょっとしたね散策スポットになっているんですよ。ここにはクロワットサンマクルと書いてあるよね。はいね、観光スポットになっているので、結構ねこういう中学生かな高校生かな遠足でね、来たり見学しに来たりっていうような場所になっています。はい、こんな感じ素晴らしいでしょ。入っていこうか。はい、今こういうふうに建物が見えてきましたね。もうずっとさっきから鐘が鳴ってるんだけどさ、こんな感じで今回ずっと続きますよ。はい、ルーアンのね鐘が鳴り響く街を紹介しています。はい、こういうふうに今共同墓地に来ましたけども、まさにここに穴が掘られてね、ここに死体が埋められて、そして骨になったらまた取り出してまた新しい死体を埋めていく、遺体をね埋めていくっていう感じです。でそのね骨がいっぱいになってしまうでしょ。そこで16世紀に建てたのがこのね建物なんです。ずらっとね、回廊この字型になっているんだけども、このような建物を建てて、そして、向こう側にも建てて、さらにそれがねぐるっとこの一周を回っております。
この建物何していたかというと、この掘り出したね骨がありますね。その骨をもうこのね、屋根裏を作ってね、その屋根裏にボンボン放り込んでいったんです。積み上げていったんだよね。だからいわゆるこれは納骨堂と言われるようなものなんですね。納骨堂と言われるものなので、これわかるかな、ちょっとズームしてみる、こういうふうにね装飾がされているんだけども、見てください。ここ骸骨になってるでしょ。その隣もこれ何なんだろう、大腿骨っていうのかな、太ももの骨になっていたり、あるいはこれ壺だとかね、なんだろうこれ、なんか棍棒みたい、あとこれは顎の骨とかあるじゃん。でこれはスコップだよね。これ墓穴を掘るためのもので、鐘だったりさ、スコップだったり、こういうふうに何ていうのかな、その葬式だとか、その死にまつわるような装飾がしてあるんだよね。それはねこの上にずらっとその骨を並べるためにあったわけなんですね。面白いね。そしてこのね、場所というのは教会が持っていた場所なんだけども、このお墓として使っているのと同時にね、この建物を学校としても使っていたんだよね。面白い。お墓に学校があるっていうところなんだけど、すごい面白いと思うんだけども、ここはね読み書きを習うことができる、小学校っていうのかな、中学校だったのかな、学校があったんです。でここはね無料で入れて、そして教えているのはその聖職者の人たちだから、それと同時にキリスト教の教えっていうのも、教えるようにできていたわけなんですよね。それでねずっとここは学校として使われていて、男の子と女の子の別々の学校がそれぞれあったんだけど、そのチャイムとして使われていたのがこういうね鐘として残っていたりするんですね。16世紀に作られたこのね、建物なんだけども、ちょうどねその100年後にもう一回ね、作られたのがこの建物です。だから今はねこうやって一周ぐるっと囲まれているんだけども、ここが他の建物と比べて少しね後期に作られている。だからこれ見てくださいよ。これ1階2階建てになっていて、その上にこれルカルヌっていうんだけど、屋根裏部屋の屋根がついているよね。そしてこっちを見てみるとちょっとだけ建物の形違うの分かります？ 1 階2階部分があって、そしてこっちはね屋根があるんだけど、ルカルヌっていう屋根裏の屋根が窓はないでしょ。少しだけこっちの方が新しい建物になっています。そしてねここに来たらぜひご覧になっていただきたいものっていうのがあるんですね。それはね猫のミイラなんだよね。猫のミイラが実はこの建物を修復する時になぜかこういうふうに出てきたんですね。ご覧になれますか？これねこの建物から発見されたものなんです。でなんでこの猫のミイラがこの建物の中にあったのかっていうことが実はねよく分かっていないんですよね。だからここお墓だったところなので、その悪霊の退治のためなんではないかとかね、いろんなことが言われているんだけども、よく分かっていないというところが正直なところです。ここのね、胸にはねこういうふうに聖母子像なんかがあったりします。そしてねここね17世紀半ばに建てられたというふうに申し上げましたけども、このね、建物を建てる時にお金を出した人っていう人がいて、ロベール・デュシェンヌっていう人だったんですね。ですからね彼の名前の中にデュシェンヌって言って、シェンヌっていう木の名前が入っています。シェーヌっていうとこれねナラの木のことなんですけども、ですからね彼にオマージュを捧げるためにここにナラの木がねこういう風に装着されているなんてこともあるんですよ。そしてこれはお墓ですからね、死に直結するようなね場所でもございます。ですから先ほど見たようにこの針のところにね骸骨だとか、あとはその肩甲骨だとかいろんなものがあるんだけども、この針を支えているこの柱ですね、この柱にもいろんな彫刻がしてあるんですね。ここにはねでこれ残念ながら16世紀の宗教戦争の時に結構壊されてしまっているんだけども、まずね16世紀に作られているっていうことでルネッサンス様式になっています。ですからほらこの下がさ溝が入ってるような柱になってるでしょ。これギリシャ神殿とかね、そういうところの様式がここに生かされていて、そしてねこの中東のところにも美しく装飾がされていたんだけども、今ではねこういうふうにほとんど
壊されてしまっているんだよね。でここに何が装飾されていたかっていうと、これ死のダンス、死の舞踏とかってよく言われているもので、14世紀ヨーロッパでよく表現されたものなんですけども、まずねここに壊されてしてしまっているんだけど、壊された人の中でもねちょっと見てみるとものすごく足とか手とか細いんだよね。ガリガリ、もうほぼ骸骨って感じっていうかね、ここには骸骨が表現されていて、でその隣にはねこういう人物、現世に生きる人物がこういうふうに表現されていたんですね。でねここはね死がいつでも誰にも訪れるっていうことを表現しているのが死の舞踏というもので、ちょうどねその骸骨がねその生きている人々の服を掴んだり手を掴んだりして死の世界に招き入れるっていうような装飾になっているんですね。いや残念ながらねほとんどこれ見えないようになってんだよ。でここのねずらっと並んでいるこの柱には全てそういう骸骨がね人々を死の世界に招き入れるっていうような装飾がされていたんだけども、ここにねずっと並んでいるのは聖職者の人たちが並んでいます。一番向こうからね、修道士、そして神父さん、司教、大司教というふうにね少しずつ位が上がっていくんだけども、例えばねここは先ほどのところがね司教だったんだけども、ここはもう大司教ですよ。だからほら見てください、結構豪華な服を着てるでしょ。だからこういう修道士であったとしても、司教であったとしても、大司教であったとしても死からは逃れられないよっていうことがねこのように表現されているんです。で向こう側にもねずっと続いていて、一番最後のところにはいわゆる聖職者の中で一番位の高い人、いわゆるローマ教皇がいたわけなんだよね。はい、そしてねこちら側には今度は世俗の人々、聖職者じゃない人々というのが表現されているので、そんなところをねちらっとご覧入れながらまたね私たちの散歩戻っていきたいと思うんですけども、ここはねある程度残っているんだよね。ここはね死の舞踏ではなくて死のオリジンっていうかな、なんで私たちが死ぬ存在になったかっていうのが表現されているんだけども、ほらここに人物がいるね。そこに表現されているのはこちらでございます。はい、ここに真ん中に見えるかな、木が植わっていて、その木には蛇がぐるぐるぐるっと巻きついているんだよね。そしてその隣には裸のこれ胸が膨らんでいるから女性なんだけども、その女性にねなんか蛇が話しかけてるんだよ。なんかこういうシーン見たことありませんか？そうこれあれでね創世記のアダムとイブの話ですよね。このようにアダムとイブがエデンの園に住んでいる時に蛇が知恵の実を食べさせると。ですから今この私たちの目の前に見えているこの表現されている木というのは知恵の実をね表する知恵の木ということが分かりますね。はい、そしてねその蛇がアダムとイブに知恵の実を食べさせる。その知恵の実を食べてエデンの園を追放されてから人間っていうのは死ぬ存在になったってことなんですよね。はい、でねですから今のところが死の起源というのを表現しているわけなんだけども、ここからね先は世俗の死の舞踏というのが表現されていて、ここはね一番位の高い人、つまり皇帝だな。そして今度はここに王様がいて、王様にも死はやってくるよみたいな感じで、ここにおそらく骸骨だったんでしょうね。骸骨が王様のねこの肩かなんかをねこうやってトントン叩いて、はい、死がやってきましたよというふうに表現しているんでしょう。本当にね残念だよね。この柱なかなかね分かんないんだよ。結構壊れちゃってて、ここは骸骨の方が結構残ってるかな。こんな感じでね。で中東の部分はね結構残ってますかね。こんな感じで、面白いよね。いやもう本当に残念。死の舞踏がね彫刻で残っていて、その上にこの梁にはねこのような骸骨とか骨だとかさ、そういうものがね残っている建物なんか最高に面白いと思いませんか？まあね、多少壊れてはしまっているんだけども、こんな感じで本当に14世紀とか16世紀っていうと17世紀にもねどうやらヨーロッパではペストっていうものがすごい流行ったようなので、死というものがねものすごく身近にあった、世界なわけなんですよね。ですしすごいねセクシーポーズを取ってくれました。はい、ありがとうって感じですけど、
そう死がね、非常に隣り合わせになっていた世界において死というものをどのように捉えるかっていうことが、ああいうね、死の舞踏というような芸術を生んだっていうことですよね。はい、ということでね、先ほどのところにもう一回戻ってきました。何回見てもいいよな、ここ素晴らしいと思わないね。サンマクル教会と右手にはこういうね、木組みの家がずらっと並んでおります。そしてこの木組みの家がずらっと並んでいる反対側をこれからね皆さんにご紹介するんだけども、そうすると全く違った様相になっていくんですよ。ここがねルーアンの面白いところだなと思うんだけども、すぐこの隣の部分というのはね、皆さんわかるかな、ちょっと光の加減で分かりにくいかもしれないんだけども、ここはねレンガ造りの家がずらっと並んでいるんだよね。はい、ということでモリエール通りというところに私たちは今入ってきました。見てください、これ今までね木組みの家だったでしょけども、今度は全然ガラッと変わるんだよ、様子が。ここは全部なんかそのレンガ造りの家ですね。はい、これ一体どういうことかっていうとね、先ほど、ルーアンの主要な産業は、毛織物、そして綿織物っていう話をしたんだけども、17世紀以降になってくると毛織物よりもねやっぱり綿織物っていうのが主流になっていきます。そして19世紀になっていくと産業革命だよね。産業革命が起こることによって、それまでやっぱり家庭内手工業だったものが、マニファクチャーだったものがですね、工場で大量に作られるようになっていきます。で工場にさ大量に労働者が必要になるわけなんだよね。そのような労働者たちっていうのはこういうルーアンにね住んでいる人たちももちろん工場で働きに行っただろうけども、さらにもっとねたくさんの人手が必要だったので、地方都市、ここもね地方都市なんだけどさ、ルーアンっつったらもう地方の大都市だから、もっとちっちゃい地方から、人々がやってきてこのルーアンに住むようになります。ですからそういうね低賃金の人たちを大量に住まわせる必要があったわけですね。そんな時に作られたのがこういうねレンガ造りの家でございます。ここにね面白いアートがありますよ。ストリートアート、これマリアンヌですよね。マリアンヌってフランスを象徴するような女性なんだけども、このちょうどねフランス革命を象徴するこの赤い帽子かぶっていますよね。でしかしその女性がね今マスクしています。そうマリアンヌっていうね共和国を象徴する女性もね、このようなマスクをかぶっているという表現になっていましたね。今ね見ているところというのは非常に近代的なルーアンのところなんだけども、ルーアンというとね、またねすぐ出てきますけど、中世的な趣っていうのがねすぐ出てくるような街なんですよ。それが、こういう今見えている近代的なところと本当にねなんていうかな隣り合わせになっていて、道を一本入ると急にね中世の世界に入るっていう感じになるんですよ。はい、それがね例えばこんなところなんですよ。マルパル通りというところでございます。はい、ここに入るとガラッと雰囲気が変わるでしょう。見てくださいよ、これ最高だと思わない？マルっていうのは悪いとかね汚いって意味で、パルっていうのはパルスっていうのはねこれ沼地っていう意味なので、汚い沼地通り、そうここはね沼だったっていうことなんだよね。はい、ということでね、こんな美しい道を見ながら今回もこの裏道皆さんと一緒に回っていきたいと思いますよ。さあそれでは今回も行きましょう。職人たちの住んでいたマルタンビル通りルーアン裏道散歩のスタートです。さあ決まったんじゃないか今回は。はい、ということでね、もう一回ここでサンマクル教会が見えてきました。これどんな角度から見てもかっこいいよな。ちなみにね、今もう一回さ、ほらロトマギュスっていうレストランの前通るけどさ、今これレストランの中ではね営業していけないのでテラスだけの営業ですけども、一瞬で満席になったね。ほぼ満席になったね、あれね。いやーすごいね。はい、ということで先ほどね私たちはこちら側のマフタンビル通りというところを行ったんだけども、今回はそのマフタンビル通りの隣にあるこのダミエット通りというところを行きましょう。このダミエット通りっていうところもルーアンに来たら欠かすことのできない
道の一つというふうに言われていますよ。というのはね、ルーアンの中でも最も古い家々が並んでいるところでもあります。なんか古そうでしょう。本当になんか中世に迷い込んだっていう感じになっている。そしてルーアンっていうところはさ、テラスがこうやっていっぱい出てるよね。これルーアンのね、観光局の人が言っていたんだけども、ルーアンはフランスの中でも最もテラスが出ている面積が広い街を目指すっていうふうに言っていましたね。頑張ってほしいという感じだけども、はい。そして今度ね、またこんな木組みの家が出てきましたね。はい、私のね、レンヌっていう動画もこういうふうに出てきたんだけども、こういう家は古いですよ。というのは、これ1階部分がね、こういうふうになっていて、基本的に一番下というのは石造りにします。というのはほら、ノルマンディーと雨がすごいね、降る地域なんだけども、やっぱり木はね、水に弱いですから腐ってしまうから、1階部分はこういうふうに、石造りにするんだよね。でその木をね組みながらこういうふうに上にと立てていくんだけども、そうするとほら2階部分見えるかな。これちょっとね張り出してるんだよね、道の方にね。こういうふうに張り出していて、そして2階部分の方が1階部分より張り出してるでしょ。で3階部分はこういうふうにより張り出しているんだよね。こういうふうに少しずつ張り出していくのが、この木組みの家のね一つの特徴なんですよね。これなんでねこういうふうにしたのかっていうと、やっぱり中世のねところでは住居スペースっていうのはかなり狭かったようなので、少しでもこういうふうに住居スペースを稼ぐためにこういうふうに広げたっていうのも言われているし、あるいはねこれ木組みの家でしょ。先ほども言ったんだけども、結構さ水に弱いわけよ。だからこのように1階部分よりも2階部分をせり出すというか張り出させて、でさらにその上をどんどん張り出させて、そして最後に屋根をつけることによって水がその木に、木枠のところにつかないようにするっていう雨よけの意味もあったというふうに言われていますよ。そしてねよく言われているのが、これはねおそらく地方によって違ったかもしれないんだけども、1階部分の面積によって税金を決めていたっていうんだよね。そうだから1階部分の面積はできるだけちっちゃく、で2階部分の2階以上の面積を大きくすることによって、いわゆる税金対策をしていたんではないかなというふうにね、いろんな説がありますけども、そんなふうになっている。そうするとさ、今見たところっていうのはすごいせり出している建物なんだけども、その正面にあるところはせり出してないんだよね。これまっすぐになってるじゃないね。これなんでこんな違いがあるかっていうと、実はねこれせり出させる、張り出させるのは、1520年16世紀の半ばに禁止になります。ノルマンディー議会でねこれもうしちゃいけませんって決まったらしいんですよ。というのはね、これさ今左の部分だけしか張り出してないけど、右の部分も張り出してるとちょっと想像してみてください。そもそも道がすごい細いですよね。それで両側からこうやって家がさ張り出してるとさ、もう3階部分ってほとんどくっついちゃってるっていう感じがしませんか。上に行けば行くほど、空がね狭くなってくるっていう感じになるわけですよ。そうするとどうなるかっていうと、まず風の通りは悪くなるよね。ですからこの辺には悪い空気がたまることになって悪臭が出て、そしてそれはペストだとか疫病を反映させるっていうことで、禁止になります。でもう一つはやっぱね木組みの家が怖いのは火災なんですよ。1個の建物が火事になるとするでしょ。そうするともうね隣同士の家っていうのはもうぴったりとくっついているので全焼してしまう。そうするとね、その張り出している家なんかがあると、すぐにね火事が広がってしまうということで禁止になりました。ですからね張り出している家があると、それは16世紀半ば以前に作られたもので、張り出していないとそれは16世紀後半だなということが分かるわけです。例えば今私たちが見ているのはね、これ張り出してないでしょ。だから16世紀後半以降に作られた家なんだなということが分かるわけですよ。そしてねこの家とても豪華な家になっている。3つつながってたでしょさっき。そして1階部分が全てこういうふうに石造りになっているじゃないですか。これはねルーアンでも非常に力のあった政治家の家だったっていうふうに言われていますよ。ですから非常にね大きな門があって、さらにその上にはこのような顔があるんだけどさ、その顔よく見てみるとその上にもなんか顔が見えるでしょ。これライオンなんだけど、このライオンの兜をかぶっているんだよね。ライオンの兜をかぶっている人物といえば
ほらこれヘラクレスですよ。こういうふうにねルネサンス様式って言うんだけどさ、16世紀、後半とかになるとルネサンス様式もこのルアーにね入ってきますから、そういうふうな装飾がされています。はい、そしてね今皆さんに見ていただいているこの建物、これルアーの中でも最も古い建物と言われているところですよ。今ではねこれギター屋さんになっているんだけどさ、ですからここにねこんな看板もありますよ。楽器を吹いている音楽家の看板、これはねおそらくね新しく作られたものなんだろうな。けどもこの建物さすごい古いんだけども、このねなんでこれが古いって、言えるかっていうとね、まずこの木と木のない間、これが結構広がってるんだよね。隣の家と比べると木と木の間すごい広がってますよね。ちなみにここにはね木と木の間には特殊っていうんだけども、これ土あるいは粘土、そして藁、そして水、そういうものをね練り合わせたものをこの木と木の間に、塗り込んでいます。いわゆる日本の土塀っていうのかな、土壁、土塀と同じ材料ですね。それをここに入れてですね、その上に石灰とか漆喰、それを塗ることによって一応防火耐火対策とか、あるいは防水にはならないけど耐水対策っていうふうにしているわけなんですよね。はい、こんなね古い家なんかがいろいろある界隈ですよ。ほらこんなところにもねこういう家が並んでいるでしょう。素晴らしいよね。はい、このねダミエット通りというところはこの骨董品屋がたくさん並んでいるところでもあって、なんかねこういうアンティークなんかが好きな人にもこの道は非常に面白いと思いますよ。はい、ということで、少しね開けたところにやってまいりました。その向こう側にまた大きなね教会が見えていますけども、あれがサントゥアン教会でございます。この広場も素晴らしいでしょう。もうね本当に素晴らしいとこばっかりだからさ、もうどこ映したらいいのかって分かんなくなって、どんどんビデオが動画が長くなってしまうんだけども、ここもねすごい、素晴らしい彫刻がしてあるんですよ。見てください。ここにはね天使がいて、その上にはこれ子供の首だけ取れてるけど、イエスを抱いている聖母マリアでしょうね。そしてここには、司教、キリスト教のね司教さんの三角形の帽子をかぶった人が、聖書を持って、十字架がついた聖書を持って、その下にはドラゴンがね火をブワーッと吐いてますよね。これ一体誰かっていうと、これね、このルーアンでよく人気のある、聖ロマンという聖人でございます。この聖ロマンの下にはねこのようにドラゴン、これガーゴイルとも言うんだけども、いるのはなぜかっていうとね、聖ロマンっていう人はこの界隈のドラゴンを倒したって言われてるんだよ。まさにこの辺はマフタンビルといって、セーヌ川と今から見るねロベック通り、ロベックの川っていうの、ロベック川っていうのは流れていたんだけども、その川とセーヌ川のちょうど真ん中にあった地域なんで、これ沼地だったんだよね。でこの沼地にはね、恐ろしい蛇、大蛇が住んでいたっていうふうに言われているんですよ。でもそれはドラゴンとかねガーゴイルって言われていたんだけど、それをねこのサンロマンという人がどうやら退治したらしいんだよね。彼はね一人じゃさすがに無理だということで、誰か町人に協力を要請したんだけども、そんな大蛇なんて誰も死んでしまうだけですよって言ってね、誰も協力してくれなかったらしいんだよ。いやけど一人じゃ無理なんだよなって言ってるところに、もう私でよければ力になりましょうって言ったのがルーアンで、死刑囚、捕まっていた死刑囚だったんですね。彼ねどうせ死んでしまうんだったらみんなのために死ぬということでですね、サンロマンと一緒にこのドラゴン退治、大蛇退治というものに行きました。で大蛇がねやっぱ沼地にのたまっているところを見つけてですね、サンロマンが十字をかざし、そしてこの死刑囚がねこの大蛇をポコンと叩いたのかどうか分かんないんだけども、退治をして、その2人でその大蛇をこの町の中に持って帰ってきたっていう話が残っているんですよ。だからね、このサンロマンのところには、大蛇がいたわけなんですよね。はい、今ねここ来ました。ここを実は今回絶対紹介したいと思ってこのルートにしたんですよね。ロ・ドゥ・ホベックという通りなんですけども、ロベックの川通りという、名前になっています。でここにほら小川が流れてるんだよ。
ね、この小道のさ、木組みのこういう可愛いところにね、さらさらさらっと小川が流れていて、ここはレストラン通りになっているんだよね。素晴らしいでしょう。はい、でこのねロベック通りというのはもともとはロベック川っていうのが流れていたんだけども、残念ながらその川は第二次世界大戦の時に流れを変えてしまって、今ではね先ほど見ていただいたような人工の川が流れています。こんなところにもまた扉が出てきたぞ。ほらここにもさサンロバンがいるよね。そしてその隣はさ、何か樽に人が入ったところにまた司教がいるんだけど、これはねちょっとね誰かわかんないんですよ。なんかこれ親指姫みたいなさ感じなんだけど、一寸法師みたいな、感じなんだけどさ、ちょっとわかんないので知ってる人がいたらコメントで教えてください。お願いします。はい、そしてね、今度こんな建物が見えてきましたよ。こんな彫刻がしてあるんです。面白いよね。ちょっと見てみましょうか。このオードゥ・ロベック通りの186番地でございます。こんな彫刻なんだよな。真ん中に馬がいるんだよね。手綱とかさ、ハミがはめられているんだけど乗ってる人がいないんですよ。そしてその行ってる方向にはこんな建物があって、そしてその後ろには森があるっていうような感じになっている彫刻なんですね。一体これ何かっていうとね、このね左がねルーアンの町なんですよ。このルーアンの町で商人をしていた人がね、隣町にこの馬を乗ってビジネスをしに行きました。そして、ね、そのねビジネスの隣村の手前にね、いわゆる森があったわけなんだけども、そのね森の手前で山賊に襲われて倒れてしまうんですね。で気を失っていなかったこの馬がですね、主人が大変なことになっているっていうのをこの町の人に伝えに行くわけですよ。で馬はね言葉話せないので、どういうことか分かんないんだけど、どうやら馬が尋常じゃないし、主人が乗ってないからちょっと心配になって、もう一回ね馬についていくと、この主人の倒れているところに行き着いたと。これは大変なことだっていうことで、その主人をルーアンに連れて帰って、そして手当てをしてなんとか一命を取り留めた。素晴らしい馬っていうものがいるもんですねっていう、そういう話になっているんですね。別にねその後ここいわゆるその商人だったんだけども、そんなに賢い馬っていうのがいるんであれば、一目その馬を見たいということで、ここにはたくさん人が集まってね、その馬を見るためにここは繁盛店になったというふうに言われているんですね。そのようなね馬に感謝を捧げるためにここに馬の彫刻がしてあると、そんなふうに言われています。面白いね。なんかこういう物語がねこういうふうにいっぱいあって、それがこのような伝統に根付いているっていう感じなんですよね。はい、そしてねもう一つ忘れていたよ言うのもう一つさ、皆さんに見ていただきたいんだけども、ここに木組みの家がずらっと並んでいますよね。しかし先ほどまでと見ていた木組みの家と違うところがあります。さあ違うところもすでに見えていますよ。さあどこが違うでしょうか。先ほど見えていた木組みの家と違うところがあります。その違うところとはどこでしょうか。さあこれねちょっと皆さんに考えてもらおうかな。ちょっとね先に進みましょう。ヒントはねこのロベック川ですよ。ロベック川、これ今では人工の川ですけども、かつてはここに本当に川が流れておりました。この川に関係することがこの建物の中に見ることができるということなんですね。さあ皆さん分かったかな。いやーテラスがねなんか人がいっぱいいていい感じだな。さあということでね答えを言いましょうか。上を見てください。ここ木組みの家じゃなかった。こっちにしようか。さっきの木組みのところじゃなかったよ。ここにしようか。はい、川が流れているっていうことは、ここには川をよく使っていた人々が住んでいたっていうことなんです。でどんな人が住んでいたかっていうと、まずは毛織物業の職人ですね。そしてその毛織物ができた後にですね、その毛織物を染める染色職人っていうのもこの辺りに住んでいました。まさにこのロベック川の水を使いながらみんな仕事をしていたんですね。そして彼らが染色をした後ですね、アトリエというのは1階部分にはありませんでした。どこにあったかというと、特にね毛織物職人とか、綿織物職人、そして染色職人のアトリエというのは
最上階にあったんです。そうすると最上階には大きな屋根がついていることが分かりますか？屋根がついてるでしょ。この屋根は何のためにあるかっていうと、そのところから染色した布を干して、その干した布が雨に濡れないようにこのような屋根がついているんですね。はい、このようなね、干すための、バルコニーというかね、がついていたのがこのような界隈の特徴でございます。ですからこれよく見るとね、見えるかな、屋根の下の一番最上階っていうのは今ではガラスがこうやってはまっていますよ。けどもこれかつてはね、ガラスとか何もはまっていなかったんですよ。吹きざらしになっていたんですよね、風がよく通るように。だからここにはね、布を干してね、そのような染色職人が住んでいた、アトリエがあったわけだよね。そうだからその一番上の窓だけ大きく作られているんだよ。見えるかな、ここ光の加減で見えづらいかもしれないけど、下の部分はちっちゃい窓がいっぱいあるけども、上の部分だけ大きく開いてるでしょ。今ではガラスがはまっているから大きな、ガラス窓になってるんだけど、かつてはあの大きさのねガラスというのは存在しませんから、かつてはそこはガラスが何もはまっていなかったということが想像つくわけです。はい、そうするとね、また目の前に素晴らしい建物が見えてきたね。これも古い家ですよ。というのはほら張り出してんじゃん。1階部分2階部分3階部分とさ、少しずつ張り出しているのが分かるでしょ。これはね、もちろん歴史的建造物になっていて、今では教育博物館というふうにね、どのように人々が教育されてきたか、子どもの教育が行われていたかということを説明する資料館になっているんですけども、これね、瓦見てください。面白いよね。この瓦、いわゆるアードワーズって言ってね、いわゆるスレート板っていうのかな、薄いね黒い色の板でこの囲まれているんだけども、こういうね全体を囲んでしまってもいいんだけどさ、このスレート板っていうのは基本的にはノルマンディーなんだけども、ノルマンディーのさらに西側、いわゆるブルターニュって言われるようなところに行かないと取れなかったものなんだよね、このスレート板っていうのは。石か、だからこのねアルドワーズっていうのはブルターニュの屋根ほとんどがアルドワーズになっているんだけども、ノルマンディーではねちょっとね高級品でございましたので、この地域では取れなかったので、先ほどみたいな一面をやるのはねかなり珍しくて、今度は木のところだけね、水がかかってはいけないところだけこのようなスレートをね置くみたいなねことが行われています。はい、ということでね、今度はこちら側の道を行きましょう。いや素晴らしい通りだったね。オードゥロベック通りでございました。そして今度はここフ・ドゥ・ポン・ドゥ・ラッケですね。ラッケ橋通りというところを行きましょう。おそらく、ロベック川にねかかっている橋があった場所なんでしょう。そしてここにはまた木組みの家が出てきたね。いやもう本当にルアーに住んでる人にとっては木組みの家なんてあまりにも見慣れてしまっていて、あんまり思わないかもしれないけど、やっぱり私はテンション上がりますね。目の前には公園が見えてきて、ここにまたドーンと見えてきますよと思ったら木で見えないって感じなんだけど、はい、ここはね今度はサントゥアンの修道院付きの教会が見えてきます。さあここの公園の中を突っ切っていきましょう。いやー素晴らしい天気、今ねあったかいですよ。17度ぐらいあるんじゃないかな。今日はね18度ぐらいまで上がるっていうふうに言っていました。さあ見てください、これ素晴らしいでしょう。この後ろ側からね、ゴシック建築のサントゥファン修道院のね教会が見えております。いやー芝生でさみんなピクニックしてんじゃん。めっちゃいい感じなんか花が咲いてさ、その上に座ってなんか持ち帰りのなんか、食べてるよ。美味しそうだなね。本当に皆さんもルアン最高ですから、こんなところに来てね、今私の歩いたようなところを歩きながらね熟成肉かなんかを食べるのもいいけど、ここでね簡単に買って食べるのもいいよね。はい、そしてね今ここサントゥアン修道院なんだけども、はい、実はねこの修道院の隣ではですね
かつてはここにお墓がありました。そのねお墓でジャンヌ・ダルクの物語のあるエピソードというものがあったんですよ。はい、ジャンヌ・ダルクという人は神の声が聞こえるということでね、シャルル7世を体感したり、あるいはオルレアンを解放したりしたっていう、女性なんだけども、あるねここで脅されてね、自分の考え方っていうのは、自分の聞こえた声っていうのは全部嘘でしたということを言ってしまう、そういうね回春事件というのがあったんだけども、まさにこの場所で行われました。ちょっとね話がそれちゃったんだけどごめんなさい。このね彫刻出てきましたね。はい、この人はノルマンディ公国の建国、公国をね作った人のホロンという人、世界史ではねロロという名前で出てくるんだけども、はい、そのねまさしくこの地域の創始者であるような人でございます。でこの人はさ、なんかあまりにも体が頑強で、つまりバイキングですよ。バイキングの狩猟みたいな人ね。いやこの彫刻とバックにこの修道院って結構いい感じだよね。でこのね、ロロという人はあまりにも体が丈夫でね、頑丈でね、屈強で、もうこの人が馬に乗ったら馬の方が潰れちゃうというふうに言われたらしいんですよね。ですからね、この人は馬に乗ったら馬が、死んじゃうからさ、しょうがないから歩いたって言われてんだよ。で歩いてるからさ、この人は徒歩王なんていうふうに言われて、ハイキングの王様って感じなんだけど、だからさ見てください、この足めっちゃ太いんだよね。足がすごい太くさ表現されていて、で当時さ騎士なんていうと結構長いマントをつけているんだけども、この人はほら足を見せたいからさ、なんと半ズボンだよ。なんかもうハイキングルックって感じだよね。はい、こういうふうにねロロっていう人は足をねすごい頑丈な足があるので半ズボンで彫刻されていたっていう面白い事実がありましたけども、はい、ジャンヌ・ダルクは、異端としてね、ここに、ずっと幽閉されていて、その裁判を受けるんだけども、そのジャンヌ・ダルクは異端判決っていうのを、受けてしまうんだよね。そう話が行ったり来たりしてしまっているんだけども、ジャンヌ・ダルクに関しては別の動画がありますので、そのね生涯を詳しく知りたい人は、そっちをご覧ください。でそのねジャンヌ・ダルクっていうのはこれ裁判を受けて異端裁判というのを受けます。で裁判を受けるときにさ、ここのまさにサントゥアンのこのお墓があったところで、その死刑判決っていうのは彼女読まされるんだよね。読まされるというか朗読されるわけ、目の前で。で目の前にはお前このまま私たちの言うことを聞かないと火あぶりの刑だぞっつって火あぶり台を見せられるわけよ。でその時にねやっぱり彼女ビビっちゃったんだろうね。結局私の聞いていた神の声とか全部私の作り話ですっていうふうにいう書類にサインしてしまったんだよね。それが彼女ちゃんと分かっててサインしたのかとか、そういうところも論争があるところなんだけども、とにかくね、彼女はそのようなことを言ってしまった場所ということで、ここにねこういう記念碑があります。このサントゥアンのお墓で1431年5月の24日木曜日だったみたいなんだけども、ジャンヌ・ダルクが回春事件を起こしましたと書いてあるよね。ここで彼女は悔い改めたってことなんですね。悔い改めたっていうのは教会の言うことを承認したということで、自分のね聞いていた声は神の声でも何でもなくて自分の単なる嘘っぱちでしたというふうに言ったと。でこの後ねその書類にサインしたことによってジャンヌ・ダルクは火あぶりの刑ではなく終身刑と、刑はね軽くなったんだけども、最終的にジャンヌ・ダルクの、両親の声が許さなかったんだよね。やっぱり私声は本当の神の声ですというふうに言ったことによってモドリータンというね認定をされて、最終的に彼女はここで火あぶりの刑になります。その25年後彼女が火あぶりになった後ですね、死んだ後だから遅いよって感じがするんだけども、もう一回ね当時のシャルル7世っていう王様がいやその裁判やっぱ不正なんじゃないのっていうことで、1456年7月の7日にもう一度ここでジャンヌ・ダルクやっぱりいたんじゃなかったよねっていう復活裁判というのが行われ、ここで彼女の異端ではないというね宣言がされたのがまたこの場所でございます。ということでもうねこのルーアンというところはジャンヌ・ダルクのね、本当に最後を遂げた、場所であるということで、いろんなね思い出の土地が残っているところでもあります。はい、ということで見えてきたこのサントゥアン修道院の教会、
もともとねここには、7世紀頃からね修道士たちがこの界隈に住み始めたということですよ。この教会の下にはさ、なんかこうやってお花咲いてるなんだっけ、ひなげしだっけ、あんまりね植物詳しくないんだよな見てください、これすごいな、この迫力。そして7世紀頃からねここで修道士たちが住み始めて、その後ですね、ノルマンディー公国が9世紀10世紀初頭に作られて、ノルマンディー公国とともにねこの修道院はどんどん拡大していき、今見えてるこの教会、これね14世紀頃から建築が確か始まったんじゃないかな。この教会ねすごい大きいので、ちょっと距離取りましょう。距離を取って振り返って見てみようか。さあどんな感じになってるかね。すごいですよこれも。うわー、見てきた。ゴシック様式の教会ですね。素晴らしいね。修道院ですからね、ここには修道士たちが共同生活をしておりました。でさ、この教会の話また続けようと思ってるんですが、これルーアのバスですね。ルーアのバスにはこんなね、ほら見て、おじさんの顔があるんだけども、これ印象派画家のクロード・モネでございますよ。クロード・モネは今から見える、これルーアンの大聖堂の連作を描いていますよね。だからルーアン市のバスにはクロード・モネなんかもいるんだよね。ほらまたクロード・モネがね見えてきましたね。その修道院の共同生活をしている中で、修道士たちが寝ている場所、共同寝室があったんですね。その共同寝室は革命の時にねこの修道院は解散になりまして、修道士いなくなってしまったので、そのいなくなったところをねこのルーアンの市がその後をね建物をもらいまして、今ではその共同寝室は市役所市庁舎になっています。今目の前に見えているのがルーアンの市庁舎でございますね。そしてその目の前にはね台座のみがあるんだけど、ここにずっとねナポレオンの騎馬像がありました。ナポレオンの騎馬像があったんだけどさ、それが今修復中で今なくなってしまっています。そしてナポレオンはねこちら側の通りを見ていたんだけども、これが第二帝政ナポレオンのね甥っ子であるナポレオン3世の時代に作られた長いまっすぐのね道、これがね、ナポレオンが騎馬像でね騎馬像があった時にはずっと、眺めていた道でございます。だからそのパリではね19世紀になると、オスマン男爵っていう人の下で、大改造計画っていうのが行われるようになるんだけども、ルーアンでもね同じような時に、近代化の街にするために大きなねまっすぐの道が作られることになったということなんですね。ということでね、ここの修道院とルーアンの市庁舎が見えるところで、皆さんとねお別れしようかと思ったんですけども、せっかくここまで来たらね紹介したい素晴らしいケーキ屋さんがあるんですよ。それをね最後に皆さんに紹介してこの動画終わろうと思います。それがね今この目の前にある可愛らしい建物なんです。モスグリーンっていうのかな、このモスグリーンの木組みの家になってるでしょ。そしてそこにはねこんな看板がありますよ。パティスリーサロンデテケンタエアキラとありますけども、これねケンタさんとその奥様のアキラさんという方がやっている、これ日本人の方がやっているケーキ屋さんなんですね。ただこれ単なるケーキ屋さんじゃなくてね、中ではおにぎりとかね、そういうもおうどんなんかも食べれるっていうことなんで、ルーアンのね散策に疲れたらこんなねケンタさんのケーキ屋さんで、ちょっとね休憩するのもいいと思いますよ。ということでこの可愛らしい木組みの家を見ながら皆さんと今回はお別れすることにいたしましょう。ありがとうございました。ということで今回はルーアンのマクタンビルの裏道散歩をご紹介いたしました。めっちゃいいとこだと思いませんか？もうねルーアン最高だっていう感じなんですけども、パリからねたった電車で1時間半の距離ですよ。チケットなんか安ければ往復で2000円以下でありますから、ぜひこのルーアン皆様散歩をねしてみてください。
それでは今回はこの辺にしておきましょう。少しでも面白いと思ったら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。皆様の感想をぜひコメントに書いてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。